皆さん、こんにちは。はい。今日も私の手帳を持ってきました。はい。年末だからあちこちで皆さんも手帳会議をやってると思うんですけど、私も結構なんか手帳会議なり、たまになんかこう中身を変えるなり、いろいろちょっと工夫しながら、また今の時期、そして来年度の使い方を結構いろいろ工夫してるんですけど、前回もご紹介したように、今現在使ってるノートはこの3冊ですっていう話をずっとしてます。はい。で、ロロマクラシックの中にフランクリンプランナーを入れて、メイン手帳として使ってるっていうことと、そして、前回の動画でも紹介したように、プロッターのナローサイズを持ち歩きでよく使ってますっていう話をしました。はい。ということで、この3冊の中で2つを紹介をしたんですけど、メインのノートとして、そして業務ノートみたいな感じで使ってる、この HBWA5 サイズのノートに関して、ご紹介したいと思います。はい。まずこれはちょっと置いといて。はい。で、これなんですけど、これはアシュフォードと趣味の文具箱からコラボして出ている、トラットブラウンっていうものなんです。製品なんですけど、ですね、HBWA の手帳を何年前からすごくブームだったんじゃないですか。であの時から結構いろいろ使ってみようと頑張ってたんですよ。なんですけど、なかなかそれが続かなくって、私には HBA 合わないのかなと思ってたんですけど、ですね、このトラットブラウンを使い始めて、多分1年ぐらいになると思うんですけど、すごく慣れましたっていうか、これがメインになるぐらい、このサイズが好きになったわけなんですよ。で、もちろんさっき紹介したようにメイン手帳とか、バイブルサイズ、ナロサイズとも、リングの互換性があるから、一緒に行ったり来たり、リフィールを移したりすることができるので、その魅力ももちろんあるんですけど、この絶妙な大きさだと思うんですよ。で、よく皆さん HB 意味わかると思うんですけど、この HB っていうことは、高さっていうのがバイブルサイズと同じっていう意味なんですね。で、そして、WA っていうことは、幅っていうのが英語サイズ。英語サイズと同じっていう意味なんですよ。だから、リングの互換性はバイブルとかナローサイズとあって、そして幅が英語サイズだから結構面積があるっていうことなんですね。なので、この点ですごく、満足しながら使ってるんですけど、だから、英語サイズ使えばいいじゃんっていうこともあるかもしれないんですけど、意外と、英語サイズと HB って結構大きさ違うんですよ。これぐらいの、高さの違いがあるんですけど、結構こっち、全部埋めようとすると負担があるんですね。特に私は字が小さい方なんで、そういう部分も含めて、こっちが快適でもあるんですけど、ある意味、記録が進むっていうか、一つのページ終わってるっていう感じで、また次のページ行こうっていう楽しさは、こっちの方が全然あるっていう感じなんですね。で、それプラス、トラットブラウンも、この、プロッタと同じように、リング径が11ミリなんですよ。はい。なんで、結構快適に軽く、持ち歩くことができるので、本当に1年間すごくよく使ってましたっていうことです。なんですけど、私のインスタグラムも、見てる方々はもうご存知だと思うんですが、最近、HB のバインダーを買いましたっていうことですね。すごく好きなんですけど、今でもトラットブラウンすごく好きなんですけど、ノートの量が増えて、ちょっとリング系もう少し大きいの欲しいなと思って、正直13ミリぐらいを探してたんですよ。で、13ミリってなかなかなくって、それで15ミリ15ミリまではもういいやと思って、15ミリを探したんですけど、15ミリは結構あるんですね。で、その中でもう一つの条件が、このノートタイプが好きだったんですね。他の手帳とか、とはちょっと違く、この使ってる用途とか、私の使用パターンを考えたときには、ベルトとかフラップとかあるよりは、ノートタイプがいいかなと思って探したら、あんまり条件に合うものがないわけですね。はい。
結構絞られると思いますね。皆さん多分気づいたと思うんですけど、それで私が購入したのがこれですね。はい。レクタングルオルタなんですけど、今更っていう感じあるかもしれないんですけど、これレクタングルオルタっていうのは私には縁がないと思ってたんですよ。とにかくちょっと高級すぎません？デザインが。ちょっとなんかおしゃれな感じがあって、私みたいにすごくなんか実用性とか、まあ私結構野外調査も多かったり、結構痩せっぽいところがあるから、そういう結構物を荒く使うっていうことを前提とすると、あまりもちょっとなんか管理できるのかなっていう感じがしてて、心配をしてたんですけど、この間長沢行って、直接こう触ってみたら、意外となんていうか、意外と軽かったですね。印象的には。レクタングルオルタってこんな軽いんだから始め、でも結構、ずっと手に取って使えるかもっていう感覚が出てきましたね。やっぱり直接見ないといけないですね。ということで、もう購入しちゃったんですよ。で、それで、リング径が15ミリに増えたっていうことと、じゃあ比較してみると、こんな感じですね。はい。で、11ミリと15ミリですけど、かなりちょっとリングの大きさも違うし、バインダーの大きさも結構変わりますね。もちろんトラットブラウンが、趣味分から出てるから、趣味分のものってほぼここギリギリじゃないですか。もう、はみ出たりもするんですけど。なんで、まあ、その部分もあるんですが、ちょっと大きくなるのはあるんですね。なんですが、まあ、これぐらいのは許容範囲かなと思って、はい、使ってますっていうことですね。はい。で、そして、ちょっとここ、断面見て分かったと思うんですが、ここちょっと入ってるんですね、リフィール。はい。フランクリンプランナー入ってます。っていうことで、メイン手帳でロロマクラシック紹介したんですけど、これがトラットブラウンよりやっぱりちょっとなんか量増えてるから重さが増えるんですよね。っていうこともあり、多分13ミリぐらい欲しかったから、もうちょっと余裕ができたわけなんですね。としたら、フランクリンプランナーでなんかこう2ヶ月分を入れて、ロロマクラシックに入れて持ち歩いてたんですけど、まあ、1ヶ月分だけ入れていけば、これ1冊でまとまるんじゃないかなと思って、それで、こちらに1ヶ月分だけ入れて、この1冊にまとめて、今、ちょっと、職場に持っていっている感じです。もちろん、だから、今はこの2冊体制なんですね、カバンの中。ということで、持ち歩いてますっていうことです。としたら、ちょっと中身見てみたいと思うんですけど、実際、私、この中でよく使っているリフィールって、ほぼアッシュフォードとか、マークスとか、いろんなところで出てくるんですね。市販のものがほとんどないです。はい。っていうことと、多分すごく前、私が、システム手帳に変えるきっかけになったのが、この、フロッタの英語サイズなんですよ。で、ここに、ほぼ日手帳のカズンサイズをばらして、1ヶ月分ずつ入れて業務ノートで使いましたっていう動画を載せたことがあります。それが私のシステム手帳の始まりっていうか、今まで続く、システム手帳ブームの始まりだったんですけど、結構何年前ですね。こんな感じで、ばらして入れてたんですよ。はい。で、これで、必ずこの表紙を残すっていうことだったんですね。後でこれをまたまとめないといけないから、保管しないといけないから、残しといて、ここばらけて、ここに入れて、なんか、デイリーダイアリーって、デイリー手帳って重いじゃないですか。大きいし重いから、まあ、アベックとかもあるんですけど、これ半分にしてアベックにしてってもかなり結構重さがあるんですよ。だし、これを、デイリー手帳って、だからウィークリーとかマンスリーだったら1年分あったら助かるんですけど、デイリー手帳って、全部持ち歩く必要あるのかなっていう感じするんですよね。なんで、1ヶ月分だけ入れて使ってたわけなんです。はい。で、いうことで、多分皆さん気づいてると思うんですけど、ほぼ日手帳を使うしかないですね。私的には。はい。まあ、経験があるから。例えば、これを、ですね、何もないページで見ると、
こんな感じになるわけなんですよ。バラしたら。はい。っていうことを、じゃあ HB に入れるんだったらどうするっていうことですね。まあ、A5 の一番いいところは、サイズの互換性、リフィールの互換性が優れてるっていうことじゃないですか。A5 のノートとか、普通の P 用紙もあるし、いろんなものあるから、そこで穴だけパンパンパンしてって入れればいいんですけど、HB だとすると、やっぱ幅は同じだからいじらなくてもいいです。で、高さが違うから、これはほぼ日手帳さんにはすごく申し訳ないんですけど、下に名言パートあるじゃないですか。ここを思い切り切れば、すごくあんまり支障なく使えるわけなんですよ。だから、今、ちょっと、こちら見てみると、こんな感じかな。うん。ちょっといろいろ書いてあるから、まあ、こんな感じですけど、これですね。はい、11月今。見ると、こう下だけポンと来てって、意外と結構広い面積を使えるんですね。なんで、これで使ってます。っていうことです。はい、ちなみに、多分前の、なんていうか、イヤリみたいな、1年分のあれみたいなところも結構、これね、下に余白があるんで、ここだけ覗けば結構こちらも使えるんですね。はい。っていうことと、また、ウィークリーがこちらに一応ストックしてるんですけど、火山サイズってウィークリー入ってるじゃないですか。ウィークリーの場合も、結構、24時間バーチカルになってるんですけど、切ったら、午前1時ぐらいまでは生きてます。だから24時間全部じゃなくてもいい場合には HB に結構使えるっていう感じですね。なんで、基本的にはほぼ日、じゃあ私の場合、学校だから4月から3月が普通なんで、4月始まりの、カズンサイズを購入して、こう切って、こうやって使ってるっていうことですね。まあ、1ヶ月分ずつ入れて使ってますっていうことです。もう本当に何でも書きますね。業務用で、なんか急いでるものも書いてたり、業務用じゃなくても結構いろいろ、ちょっとなんか面積で自由に書かないといけない部分をこちらに書いてるっていうことなんです。はい。っていうことと、そして、この次には、さっき話してたフランクリンプランナー、メイン手帳から、一応まあ学校の時間割とかなんかそういう大事なものだけ、ちょっと本当に大事なものだけ、ちょっと取って入れといて、そして1ヶ月分ですね。念のためにマンスリーだけちょっと12月も入れてるんですけど、こうやって入れて、まあね、出入りをこんな感じでもうずっとこう、はい。っていう感じで今使ってますね。うん。これは毎回、ですね、多分、これをわざわざ持ち歩く理由は、まあ、日記とかは別に家で書いてもいいんですけど、なんかちょっとこの、なんていうか、時間軸あるじゃないですか。これ時間軸みたいなものは、まあ、その場その場で結構記録したりするものがあるから、これが机の上にあると結構順次、こう、書くことができるので、多分、1ヶ月分ぐらいは持っていった方がいいんじゃないかなと思って持ち歩いてるんですけど、それをここに入れてるから、意外と結構快適に、はい、使います。どうせ、当然ながら、このリングサイズは合ってるから、あれであって、意外とちょっと、心理的に面積が広いじゃないですか。だから結構書くのも、結構快適に使ってる感じですね。今月試しでこうやって、ここ HB に入れてるんですけど、これいけるなと思ってます。はい。すごく満足して使ってるっていうことですね。なんですけど、まあ、書きやすくしたいから真ん中に入れてるっていうことはあります。はい。で、前にほぼ日の業務的な出入りがあって、フランクリンがあって、そしてその次がひたすらノートなんですけど、はい、これがずっと増えてるっていう感じですね、今。はい。っていう感じで、ものすごくこうやって使ってます。もちろんちょっとなんか多すぎるから、取って前の HB のトラトブラウンに移してるものもあるんですけど、今現在使ってる内容とか、授業に使う資料とかっていうことを、ほぼ勉強とか資料の集めですね。整理とか、頭の中を整理するためにわざわざ書いたりするっていうことなんですけど、こんな感じで使ってます。っていうことなんですけど、このリフィルは何っていう感じ。ですね。はい。まあ、この薄さからわかるように、これも、トモエリバです。ほぼ日ですね。で、ほぼ日で、
ほぼ日、ちょっとなんか、じゃあ、ほぼ日手帳の数んじゃないじゃんっていう話なんですね。で、実際、これ、あれですよ。デイフリーなんですよ。皆さんよく知ってると思うんですけど、ほぼ日の中でいろんなものがまた出てくるんですけど、これですね。デイフリーを切って使ってますっていうことですね。もちろん、元々の A5 サイズはこれなんですけど、下切っているからこのサイズになってるんですね。デイフリーで、2021になってるんですけど、これ多分、私が利用する方法なんですけど、デイフリーって、前はマンスリーがあって、後ろ全部こういう方眼のフリーノートになってるじゃないですか。で、それで、紙は私が好きなものであって、こういう、日付が書いている手帳って、そのシーズンが終わって在庫が残ったりすると割引をするんですよ。文房具屋さんとかで。本当にもう何年も経ってるものをもしかして持ってる方が、たまにメルカリとかの、フリーマーケットに、載せるんですね。の場合、すごく安く出てるんですよ。の場合、それを買います。はい。書いて、前のマンスリーは使わないんですけど、後ろのノートもめちゃくちゃ大量にあるから、あれを切って、ここに挟んで使ってるんですね。これこそ多分システム手帳だからそういう使い方ができるっていうことでもあるんですけど、とにかく負担なしで、こんなに大量で、しかもこの薄いこの紙が好きだから、これでやってますね。で、私はこれをわざわざやってる理由は何かとすると、実際、すごくやりたくない作業とか、したくない勉強、なんだけどやらないといけない場合には、わざわざ私が好きな手帳、好きな紙、好きな万年筆で書きます。とすると、それが書きたいから、それを我慢しながらできるっていうことなんですね。なんで、わざわざ、これちょっと手間、もう切ったり挟んだりするから、手間はかかるんですけど、わざわざやってます。それで結構この時間、このノートを書いてる時間を耐えてきたっていうことなんですね。はい。なんでこれが私にとってすごく大事なノートでもあります。はい。だし、維持したいっていうことですね。結構ここが、縮んでいるものがすごく、なんていうか、これを進める原動力にもなってる気がします。A5 だったりするともうちょっと長いから、量が多いから、もうちょっと負担があったかもしれないんですけど、もうこんなに勉強してる。じゃあ次みたいな感じでいけるから、結構私的には心理的にもすごく合う、そのサイズになってますね。で、さっきのほぼ日の場合は、この下の部分、下の部分を切ればいいっていう話だったんですけど、これは上をわざわざ生かす必要はないから、これはどうやって切ってるかというと、デイフリの場合も下、名言パートあるんですよ。私、上もちょっと余白あるんですね。このサイドのように。で、この方眼のところだけ残して、余白の部分を切っちゃったらぴったりなんです。はい。なんで、これはもう、ちょっとなんか HB のリフィルをもうサイズ合わせて切る必要もなく、この方眼の位置でもう切っちゃえば、もうぴったりですね。はい。なんで、切りやすい。ただし、両方切らないといけないっていう、もう一手間かかるっていうのはあるんですけど、でも、あれぐらいは全然大丈夫です。私の場合、もうテレビとか見ながら切ってるっていうことなんで、切ったり穴開いたり、そういうことしてるので、たまに。はい。それですごく、快適に使ってますっていうことです。はい。で、なんで、このレクタングルオールタの中なんですけど、リフィールはほとんどほぼ日手帳っていうことなんですね。はい。プラス、じゃあここに私がほぼ日じゃない場合、どういうリフィールを使うのかっていうところをちょっとだけ語ると、ここもほぼ市販のものはないです。はい。ほぼ市販のものはなくって、1番目は、これですね。はい。緑、MD ペーパー。私がまた好きな紙なんですけど、MD ペーパーを使っている、1日1ページの手帳なんです。大よりです。これ緑から出てるもので、これもオリジナルサイズが、文庫本サイズがあって、A5 サイズあるんですけど、もちろん A5 サイズで、デイフリと同じように、これも前がマンスリーの日付が書いてあって、後ろのところは全部フリーノートなんですよ。こんな感じなんですよ。
なんで、こんな大量のノートがフリーになってるんですね。なんですが、これ私ももうすでに切っちゃってるんですけど、前のマンスリーがあるから、これもそのシーズンが過ぎて在庫が残ったらもう割引をしちゃうんですよ。だからその時にもし発見したら購入しておくみたいな感じなんですけど、これ結構前の A5 サイズを使う時期からずっとそういうことしてましたっていうことですね。で、A5 サイズはこうなんですけど、これを HB サイズに切ればどんな感じになるのか。結構びっくりすると思います。めちゃくちゃ可愛くなるんですよ。こう、24字下の1行ぐらい残して切れるっていう感じなんで、まあ余白があるのもいいんですけど、すっごく可愛く、はい、可愛いサイズになってしまうんですね。これ可愛くないですか？私大好きなんですけど、こっちの方は HB サイズの方がもっと好きっていうか、はい。これで切って使ってます。はい。それでここに入れて、使ったりするんですね。はい。で、また何があるかとすると、これですね。マルマンの。はい。皆さんが好きな、私も好きな、マルマンの紙もすごく好きなんですけど、これ結構つけペンとかに書いても、インクが裏抜きしないっていう優れものなんですが、その分結構厚い紙でもあるんですね。はい。これを使ってます。で、これを皆さんちょっと気づいてるかわかんないんですけど、もともとこのサイズじゃないんですね。もうちょっと長かったのを私もすでに完全にもう切っちゃってます。はい。それでもう高さここに合わせて、ここをちょっと取れる位置だから、ここから取れるんですね。で、この丸のこのシリーズって、すごく綺麗に取れるんですよ。この、なんていうか、こう切り取り線っていうのがすごく細かくなってるので、すっごくよく取れるんですね。そこに、じゃあ穴パンだけして、こう、入れるっていうことなんで、これは、まあ、このまま持ち歩いて、だから手帳とかもいけない環境とかたまにあるんですよ。学内でも。会社の中でも。そういう時に、まあこういう風にメモを取るようにしてって、それでもう保管する必要があったら、ここから取って穴パンして入れるっていう風に、HB 用にも完全にここ切って用意しとくっていうことなんですね。なんで、まあこんな感じになります。はい。こんな感じになるので、ここに入れるっていう感じですね。まあタイトルとか表題書く欄もあるから、すごくこれも使いやすい、こういうリピルになります。で、また、ですね、皆さんが多分混乱しやすいサイズの中で、プロッターあるじゃないですか。プロッターもオンライン専用のオンラインショップでしか売ってないんですけど、似てるサイズがあるわけなんですよ。これですね。はい。高さは同じですが、ですね、広さっていうか幅が違うんですね。で、プロタカラは HBWA5 サイズって言わなくて、スクエアサイズで言ってます。はい。で、そのまんまスクエアサイズなんですね。はい。正方形のスクエアサイズに近いんですけど、こうなってって、これが、実際、リピール売ってるじゃないですか。で、ここに、まあ、HB のとこをちょっと挟んでみると、大きさがわかるんですよね。こうなるから、これぐらい幅が広いわけなんですよ。なんで、多分このリピール、私 DP 用紙DP ペーパーもすごく好きなんですね。これ薄くて万年筆でも優れてる、感触もいいっていうことなんですけど、これを、入れるとはみ出るわけなんですね。当然これぐらいはみ出るわけなんで、使えないんですけど、これもたまに使いたい時にはこうやって切って、はい、使ってますっていうことです。もう1回切った人が2回3回は切れないはずがないので。はい。なんですけど、ちょっと我慢して全部切るのはちょっとやめて、こうやって使ってます。で、この、プロッターのやっぱり優れたところは何かとすると、ここに、なんていうか、表示があるんですよね。こういう表示があってて、はい。ここを、畳んでくださいって、折ってくださいっていうことですね。ここに合わせて、2段にすると、これがバイブルサイズにぴったりですっていう意味なんです。だから、バイブルと互換性がすごくいいっていうことなんですけど、私がプロッターとか前の、メインダイヤル手帳の動画でも伝えたように、もともとの HB サイズの場合は結構これを折っ
ったりすると、ナロサイズにぴったりっていう話をまたしたんですね。なんで、そこはまあ、好みで使えばいいと思うんですけど、まあ、これ、普通にこのスケアサイズすごく、まあ、バイブルサイズにすごく使いやすくやってるんですけど、まあ 1B の場合にも結構ナロサイズにぴったりなそういうサイズになるっていう魅力もあります。あ、これは1日1ページ半分折ったら結構なんかこう、いいところで折れるっていう感じですね。半分分けてるから。うん、これもいいな。とにかく、はい。こうやっていろんなリピールをまあ、結局は切ったり折ったりして使ってるんですけど、使ってます。だから市販のものより私の場合には、もともと好きな紙とかノートから、こうばらけて、そこを入れて使うケースが多いということですね。メインはほぼ日であって、それで MD ペーパーとか、マルマンのものとか、DP 用紙、よく使ってますっていうことでした。はい。なんで、今はこの2冊体制で、カバンの中で、運用してますっていうことなんですね。なんで、今日はこう HB のところを紹介したんですけど、HB はちょっと短いと思ってたらまた長くなってしまったんですね。すいません。なんか最近、ずーっと話が長くて、はい、多分、これからもあんまり治らないと思うんですけど、はい、ここまで聞いてくださった皆さん、はい、大好きです。はい。ということで、これを今メインに使ってますっていうことです。レクタングルオルタが意外と結構すごく気に入ってて、ちょっと長く付き合いしたいなと思ってる部分もあります。はい。ということで、今日は HB の紹介をしたんですね。はい。まあ、今後ともまた結構コメントとかいろんな個人チャンネルとして、だから SNS とかいろんなルートで、気になる部分とか、聞きたいものを伝えてくださった方々がいらっしゃるんですね。で、それで私が知ってる限り、そして私が調べられる限り、ちょっと動画で一緒に紹介しながら、そして皆さんともこう話し合いながら、続けたらいいかなと思います。なんで、すごくゆっくりではあると思いますが、で、まあ、少しずつまた動画アップをするので、またずっと次の動画でも会話をしながら、そして文具オタク的な情報交換をしながら進めばいいかなと思います。はい。今日はここまでにします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。